休みの日、買い物に行ってきたので、食材を冷凍します。お弁当作りは7分54秒から始まります。まずはバナナ。夏の間、庭のブルーベリーをたくさん冷凍して、毎朝バナナとブルーベリーのスムージーを飲んでいるので、いつでもバナナを使えるように冷凍します。皮を剥いて保存袋に入れたら、手や綿棒などで潰して、パキッと割って使えるように薄く広げます。そのままアイスの代わりに食べても美味しいね。小さなパプリカが安かったので買ってきました。このままお肉と一緒にオーブンで焼いても可愛いね。お弁当用にいろいろな形に切って、残りはみじん切りにします。ツナに塩コショウを混ぜて、チーズを加えたら、ミニパプリカに詰めます。お弁当の隙間埋めにこういう副菜を冷凍しておくととても便利。ウインナーも詰めてみようかな。隙間にはチーズを詰めておこう。キノコの山みたいになったね。冷凍しておきます。ハムを半分に切って、細切りにしたピーマンとパプリカを乗せたら、くるくる巻いて、冷凍しておきます。使うときは凍ったままトースターやフライパンで焼くだけです。炒め物用にも彩りのバランスよく小分け冷凍しよう。こんな風にお弁当用のおかずをちょこちょこ冷凍しています。ひき肉が安い日だったのでたくさん買ってきました。夕飯やお弁当用にハンバーグのタネを作って冷凍しておきます。玉ねぎをみじん切りにして、飴色になるまで炒めます。玉ねぎを冷ましている間に、ゆで卵をめんつゆにつけたり、油揚げを半分に切って開き、何枚かはそのまま冷凍して、残りはお湯で2、3分茹でて油抜きしたら、水 200cc、白だし大さじ2、砂糖小さじ2、みりんと醤油大さじ2ずつ。
軽く水気を絞った油揚げを並べて、20分くらいコトコト煮たら、これは翌朝使うので、粗熱を取って冷蔵庫へ入れておきます。玉ねぎが冷めたら、パン粉と牛乳を少し混ぜて、合いびき肉、塩コショウ、卵、片栗粉と賛否両論あると思うので、今まで動画では入れてきませんでしたが、餃子やシューマイ、ハンバーグなどのひき肉料理に我が家ではゼラチンを入れることが多いです。よく混ぜて、まず半分冷凍しました。残り半分はパプリカのみじん切りも混ぜます。使うときは前日に冷蔵庫に移して解凍します。ここまでやっておくと野菜の肉詰めや肉団子などいろいろ使えて便利だね。バナメイエビがお買い得だったので下処理冷凍しておきます。塩、酒、片栗粉でもみ洗いして水で洗い流します。殻を剥いて背わたを取り、尻尾付きはエビ天かエビフライ用。尻尾なしはエビマヨや炒め用にします。お米が高くて大事に食べているので、今回は麺やパンのお弁当作りです。麺の日にエビ天があると喜ぶと思うので、下処理冷凍しておきました。翌朝の分は冷蔵庫へ、他は冷凍しておきます。一口きつねうどん弁当を作るよ。まず、オクラを2分くらい茹でて、冷凍してある小松菜と、人参を600ワットで3分加熱します。オクラを取り出したら、お湯に料理酒を少し加えて、エビを茹でます。牛肉 150g、生姜1かけと酒、砂糖、醤油を各大さじ1ずつ加え、煮立ったら中火で5分くらい煮ます。エビを取り出して、鍋にきれいな水を入れて火にかけます。レンジで加熱した小松菜をさっと水にさらして、しっかり水気を絞ります。お湯にうどんを入れます。時間短縮のためにゆでうどんを使います。小松菜はすりごまやポン酢、マヨネーズで和えておきました。うどんを冷水で洗って、水気を切ったら、白だしを混ぜます。お好みですし酢を混ぜても美味しいよ。
前日に煮ておいた油揚げ。軽く汁気を取ってうどんを詰めます。最初はお箸で詰めていましたが、フォークの方が詰めやすい。娘が麺のお弁当を食べるとき、すする音が気になって食べづらいと言っていたので、いなり寿司風にしてみたよ。お揚げにもうどんにも味がついているのですが、お弁当用の醤油入れにめんつゆを少し入れて持たせました。エビや牛肉のしぐれ煮、オクラなどを乗せて、味玉や小松菜を詰めます。いりごまと冷凍してある小ネギをトッピングしたら完成。たくさん採れた庭のオクラとトマトも今年はもうそろそろおしまいです。美味しいサンドイッチ弁当を作ろう。ウインナーと解凍したエビ、冷凍インゲンを焼いて、前日に冷蔵庫に移して解凍したハンバーグ用のひき肉を丸めて焼きます。実はわんぱくサンドが流行った頃、娘からバラバラこぼれたり大きい口を開けるのが嫌だから、わんぱくサンドは NG が出ました。なのでできるだけバラバラしないように作ります。エビとインゲンに軽く塩コショウ、このままだとバラバラするのでチーズで固めます。エビの上にスライスチーズを乗せて、その上にインゲンを並べました。本当はほうれん草のバターソテーにしたかったけど、ほうれん草がなくてインゲンになりました。冷めたらチーズで全部くっついているので全然バラバラしないよ。ハンバーグは料理酒を少しかけて蒸し焼きにします。卵に塩コショウ少々とマヨネーズを少し混ぜておきました。ウインナーもバラバラしないように卵焼きで包んじゃえ。3年くらい前にこういうおにぎらずも作ったよ。寝坊した日のおにぎらず弁当。興味のある方は見てみてね。横のレンジガードが邪魔で狭くて焼きづらいよ。なんとか焼けた。ハンバーグは蓋をしているからレンジガードを外せばよかったんじゃないかな。確かに。ハンバーグが焼けたね。余分な油は拭いて、料理酒と水を少し入れて、煮詰めたらケチャップ、ソースと醤油を少し、仕上げにバター、おいしそう。
具が完成しました。8枚切りの食パン。耳は落として冷凍します。マヨネーズ。ウインナー入り卵焼き。ピチッとラップで包みます。白いマスキングテープで切る方向の目印をつけました。次はマヨネーズとからしを少々。レタス、ハム、きゅうり。パパさんがハムサンドが好きなので作りました。次はレタスとエビです。チーズのおかげでしっかりくっついています。最後はハンバーグ。間違いない美味しさだね。よし、切ってみよう。ハムサンド。エビ、美味しそう。カラフルハンバーグ。ああ、いいね。コロコロ、バラバラしやすいウインナーも、これなら安心だね。100円ショップで買った使い捨ての容器に詰めます。隙間に残ったおかずも詰めて完成。お弁当はご飯派の娘もこのサンドイッチはとても喜んでいました。前日の夜、ハンバーグの種を冷蔵庫に移して解凍しておきます。ミートボールパスタのお弁当を作ります。ひき肉を小さく丸めて、米粉をまぶしたらオリーブオイルで焼きます。カリオストロの城に出てくるミートボールパスタ。このパスタ弁当が娘に大好評でとても喜んでいました。小さい頃、その映画が好きだったからだと思います。予想外に大絶賛だった娘の反応にびっくり。たまにはパスタのお弁当もありですね。玉ねぎをみじん切りにして、ミートボールは転がしながら焼きます。玉ねぎも加えて炒めます。パプリカのハム巻きを凍ったままトースターで焼いておこう。
爪楊枝で止めなくても凍ってるから大丈夫。玉ねぎを炒めたら冷凍してあるニンニクを加えます。ニンニクの香りが立ったらカットトマト1パック、料理酒大さじ1、砂糖とコンソメを小さじ1ずつ加えます。ソースとケチャップを大さじ1ずつ加えたら中火で7、8分煮込みます。その間にお湯に塩を入れてパスタを茹でよう。袋の表記より30秒短く茹でました。仕上げに醤油を少しと塩コショウで味を整えます。茹で上がったパスタをトマトソースに入れて絡めます。味を見て調整したら出来上がり。おいしそう。あとは詰めるだけ。洗うとき少しでも楽になるようにクッキングシートを敷いておきました。食べやすいように念のためくるくる巻いて詰めて。ミートボールを乗せよう。わっぱのお弁当箱に油が染み込まないか心配だったけど、クッキングシートを敷いたからか大丈夫でした。粉チーズとパセリをかけて完成。たまにはこういうお弁当も楽しいね。このお弁当箱の蓋も高さがあるので潰れないよ。ご視聴ありがとうございます。またね。